ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイじゃ。メリジーのレトロゲーム紹介の時間じゃ。今回は何のゲームを紹介してくれるの？今回はファミリーコンピューターで発売された F1 レースを紹介するぞい。年季の入ったカセットね。使い古されているぜ。そりゃそうじゃ。何せ1984年に発売になったソフトじゃ。紀元40年前じゃないの。最初期のファミコンなのにバリバリにすごいゲームなんじゃ。ほう。中島悟やアイルトンセナより前の時代の F1 ゲームを高評価チャンネル登録してどうぞ。メリディーノゲーム万歳。まずはファミリーコンピューターの F1 レースが発売するまでについて簡単に説明していくぞい。F1 レースは1984年11月2日にファミリーコンピューターで発売になったゲームじゃ。80年代初頭のレースゲームは、トップ牛のものが主流じゃったな。そこへ1982年にナムコから発売になったポールポジションがアーケードで稼働を開始する。写真はポールポジション2だが気にするな。なんとこのゲーム、視点は車体後方にあり疑似 3D のレースゲームじゃったんじゃ。当時、9歳年が離れた長いスカートを履いていた不良の高校生の姉が、今の車のゲームって本当に運転しているみたいなのがあるのよと教えてくれたのを思い出す。それからわずか2年後、ファミコンで発売になったのがこの F1 レースじゃ。まず驚いたのがトップ牛タイプのカーレースゲームではなく、車体後方視点の疑似 3D のカーレースだったことじゃな。ゲームセンターの衝撃がたった2年で家庭にやってきたの？いやーもう興奮したもんじゃ。車の挙動などは簡素化されていたりしたが逆に遊びやすくなっていたとも言える。でもリア充の疑似 3D をファミコンで再現するってすごい技術なんだぜ。ファミコンでラスタースクロールを活用した初のゲームじゃろうな。ファミコンの可能性が爆発した名作じゃ。それでは本ゲームのシステムについて簡単に説明していくぞい。ジャンルはレースゲーム。一人プレイ専用となっている。対戦とかはないのね。まだまだ当時の技術では難しかったんじゃろうな。対戦はなしだ。ゲームは1コースを規定時間内に2周するとクリアとなり次のコースへと進む。ただし5コース目は2周してもクリアにならずタイムオーバーまで周回することとなる。スコアは走行距離に応じて加算されていくので、結果的に5コース目をより多く周回することで高スコアとなる。5コースでクリアってことはゲーム内には5コースしか用意されてないの？ 5 コースだけだと物足りない気がするぜ。いや、コースは全部で10コース用意されている。このゲーム、3つの難易度に分かれていて、難易度ごとにスタートするコースが異なるんじゃ。初級だとコース1から5まで、中級ではコース3から7まで、上級になるとコース6から10までとなる。上級は変態的なコースなのでまともにやっても到底クリアは不可能に近いじゃろう。実際にターボなしで上級をクリアしている動画がないか探したら、1本あったがタスじゃった。最終コース2周はできていたがそれでも3周は無理みたいじゃったな。はい、タスでも3周できない難しさなのね。超難易度なんだな。当時坊主頭の足では上級は遊びにならんかったな。それでは画面の見方を説明していく。左上がタコメーターじゃな。エンジンの回転数と時速が表示されている。そして、ここがギアじゃ。ローとハイの2段変速ギアじゃ。左にあるタコメーターを見てエンジン回転が黄色になるくらいにローからハイに切り替えるんじゃ。オートマはないの？オートマなどない。この頃の F1 レースでオートマ車など走っておらんかったな。さらにオートマ免許なんてのもない時代じゃ。そうなのか初心者にもマニュアル運転させるのか。そして、こちらがタイムじゃな。ゼロになったらゲームオーバーじゃ。コースを1周するとタイムが加算される仕組みじゃ。そして、これがスコアじゃ。走行距離に連動して加算されていく。最後にコースじゃな。白い点が自分の場所、青い点がスタートゴールじゃ。中央がメインのゲーム画面じゃな。中央の赤いのが自分の車。道中現れる青や黄色の車が敵の車じゃな。灰色の部分がアスファルトで普通に走れるコースじゃ。センターラインがあるぜ。普通サーキットにセンターラインはないわよね。まあ、センターラインがないと基準がわからなくなって走りにくいための救済処置だと思う。アスファルトの両サイドにある色が違うところ。これは縁石じゃな。タイヤ1個分なら乗り上げても大丈夫じゃが、それ以上乗り上げると減速してしまう。1個分は平気なのね。そうじゃ、それを応用したテクニックも存在する重要なポイントじゃ。さらに外側は草むらやダートで大幅減速してしまう。一般的にはコースアウトじゃ。さらにこれ見よがしにポールが立てられている。あんなコースのそばにポール立てるとかコース設計者はまともな人間じゃないわね。ところで敵の車やポールにぶつかるとどうなるの？減速してタイムロスとか車体にダメージを負って不利になったりするの？いや、障害物にぶつかると漏れなくこうなる。爆発？ちょっとドライバーの命が。いや大丈夫じゃ。何事もなかったかのようにコースに復帰する。驚くことはない。当時のレースゲームでは当たり前の仕様じゃ。大幅減速、かつ再スタートとかなりのタイムロスになるわけじゃな。当時はむしろ後発のレースゲームで敵に衝突しても爆発しなかった時に逆に驚いたわ。ぶつかってもええんじゃ。いや良くないけど爆発しない喜び。
というわけでコースの外にあるポール、コース内にある敵の車は全て障害物じゃな。敵の車は動く障害物としてかなり厄介じゃ。車線変更とか本当たちの悪いペーパードライバーのような車線変更をしてくるので注意じゃ。あとは通常の最高時速は時速400キロ強出る。当然高速になるとカーブするときにスリップして車が外側に振られる。スピンしたりはないな。コーナーがきつければきついほど、速度が遅くても外側に振られる。滑っている時はキュキュキュとスリップ音がするのでわかりやすい。しっかり減速して曲がりたい。コーナーで制御を失っているとコース外に出てポールに衝突したり、敵の車を避けることができなかったりとあかんことだらけじゃ。巧みなアクセルワークとブレーキングで敵の車を華麗に抜き去りゴールを目指す。それがファミリーコンピューターの F1 レースじゃ。なんで突然ドヤ顔なのよ。全く決まってないんだぜ。ちょっと決めたくなったんじゃ。というわけで次の章では本ゲームの魅力について熱く語っていくぞい。それでは本章ではこのゲームの魅力について熱く語っていくぞい。まず第1はゲームセンターの興奮を家でも味わえることじゃったな。当時、最先端のリア充疑似 3D レースゲームを家庭で遊べるなんて、確かに少年少女たちは喜んだでしょうね。何が嬉しいってゲームを購入した日からお金を使わなくても F1 レースやり放題ってことじゃ。そりゃ猿になるわね。今見ると地味な画面だし自分の車も小さいけど当時は本当に大興奮じゃったな。ゲームの難易度は高めなので上級なんてまともにプレイできなかったのに何度も遊んだ記憶じゃい。次は豊富なコースじゃ。中コースあるんだっけ？そうじゃ。まあ当時実際に遊べたのは8コース目までが精一杯じゃったと思う。9コースと10コースはわしの中では都市伝説クラスじゃな。しかし、単純なコースだけでも興奮するくらい面白いゲームなのに、これだけのコース、かつ手応え抜群の難易度コースが揃っているんじゃ。飽きずに遊べるわけじゃな。しかもクリアできてなければ何度も挑戦したくなるんだぜ。そうなんじゃ。いやー当時は本当にやりまくったな。そんなにやりまくっても9コース10コースは未プレイだったんだからすごいわね。次は滑らかに動く画面とレスポンスじゃ。やはりこれだけのコースレイアウトとカーブの種類がありながら、ここまで滑らかに動いているというのはすごいことだと思うんじゃ。ファミコンだものね。ファミコン黎明期でプログラミング技術も熟成していない時代、いや手探りの状態の時代に、本格的なラスタースクロールでしかも滑らかに動いているってのはすごいことじゃ。きっと画面がカクカクだったりちらついていたりしたらここまで熱狂しなかったじゃろうな。恐るべし技術力じゃと思うぞ。さらにこのゲームサウンドがいい。オープニングの曲もなんかレースじゃ熱い勝負じゃエキゾーストの音じゃじゃし。レース前のコースが表示される時の曲も、さあこれからレースが始まるぞと思える曲じゃ。すべての曲で低音がエンジン音を感じさせてくれる曲で好きじゃな。F1 レースっぽいかっこいい曲が多いわよね。あと効果音もすごくいいわよね。確かに、何よりも嬉しいのが効果音と効果音がちゃんと重なっている点じゃ。敵の車を抜く時もしっかりと自分のエンジン音が鳴っているし、スリップした時もエンジン音も聞こえている。確かに一つの効果音だけになったりしていないわね。細かいことじゃがこういった点も臨場感を損なわない要因じゃと思うぞい。最後はターボチャージ技の存在じゃな。ターボチャージ技？なんだそれは？本ゲームの最大の魅力とも言える隠し要素じゃな。どんな隠し要素なの？ある条件が揃うとターボチャージ状態になりマシンの性能が飛躍的に向上するというもんじゃ。それでは次の章ではターボチャージ技を紹介していくぞい。それではターボチャージについてじゃ。一体どんな技なの？本ゲーム、通常の状態じゃと360キロ前後くらいで走ることになる。さらにコーナーでは300キロ弱で走行するのが普通じゃ。ところが時速416キロを超えるとマシンがターボチャージ状態となり、最高速が時速497キロとリニアモーターカー並みになった上に、車のグリップが上がり高速でコーナリングできるようになるんじゃ。何それ？スーパーサイヤ人みたいな感じじゃないの？そうなんじゃ。この時速416キロというのがなかなかハードルが高い。現在初級で初めてコース1からなんじゃが、このコースは2本あるストレートがチャンスじゃな。コーナー脱出時になるべく速度をロスしないようにしておき、コーナー脱出後にイン側の縁石にタイヤ1本踏ん乗せる。こうするとさっきも言ったように減速せずに走行ができる。さらに道の右側を走っている車にもぶつからない。走行行っている間にターボチャージ完了じゃ。成功するとエンジン音が変わったのがわかるはずじゃぞ。ほんとだ変態仮面みたいに不おーって言っているぜ。やり方さえわかればあとは運次第でなんとかなる。コース1はそこまでシビアではないな。そ
して、このコーナリング性能である。これは完全に別ゲーじゃないの。そうじゃ、がしかし最終的にはターボチャージ発動を極めていくゲームになっていくんじゃ。このターボチャージ一度発現させると、ゲームオーバーになるまではずっと状態が維持される。なので次のコースもこの通りじゃ。ぶつかった。敵のコース変更が激しすぎ。速いから敵の車すごいスピードで迫ってくるのね。そうなんじゃ。グリップ性能が上がって速度も速くなってパワーアップしてヌルゲー化するのかと思いきや、持て余すほどの性能で難易度が上がってしまっていると感じる部分もあるんじゃ。新兵がいきなりシャア専用機に乗せられたような感じじゃな。ピーキーな性能に振り回されているぜ。とはいえ性能は爆上がりなので空もどんどんクリアしているわけじゃ。それでも余裕で第2コースクリアしたんだぜ。それではしばらく初級コースのターボを見てもらおう。その後は上級のターボじゃ。
終わったわね。終わったな。やはりターボチャージは面白いな。続いて上級コースじゃ。というわけで上級でターボ挑戦したいと思うんじゃ。ちなみにこれまで1回も成功したことがないんじゃ。なんかうねうねしていてとてもスピードが出そうもないわね。鈴鹿サーキットみたいなレイアウトね。初級のコース1と違ってチャンスは一度きりじゃ。ここで狙っていく。途中にカーブがあるじゃない。無視じゃ。こびぬ曲がらぬ帰り見ぬ。サウザーみたいになってるんだぜ。実際に最終コーナーは右の縁石に乗っければまっすぐ進める。あとは運じゃ。縁石に乗せている間は敵の車にぶつからないが、最終コーナーを抜けたら祈るしかない。ところでさっきから何やっているのよ。コースで隠れてたけど後ろで爆発しまくりじゃないの。いや、コースが難しすぎて最後まで行くのすら苦労じゃ。結構コーナーが多い割に敵も多いから難しそうなんだぜ。そうなんじゃよ。繊細な動きが求められる。いわゆるセナ足ってやつじゃな。懐かしいわねセナ足。セナはアクセル調整で細かく刻むのよね。さあ間もなくじゃ。ドキドキするわね。鈴鹿でいうところのスプーンを抜けたところよね。縁石にタイヤを乗せてスタンバイ OK じゃ。あとは祈るのみだな。でもコーナー抜けるのもたついてたわよ。ぶつかったんじゃ。わざわざ車線変更してブロックされたな。心が折れそう。お、チャンスストレート近くだわ。なんかいい感じでコーナー抜けたわね。ここからじゃ。うわ前にいる。お避けてくれた。おまた避けた。どうなの？ 416キロ出てた？リプレイじゃ。いったー。ギリギリで行ってたぜー。というわけで上級ターボチャージ旅じゃ。ターボなら上級もサクサクじゃないの。いやいやそんなに甘くない。何せコーナーだらけじゃからな。あまりスピード出せない感じなの？そうじゃな。コーナーが多すぎてトップスピードはなかなか到達できないな。しかし、持ち前のグリップを活かして走っていくぞい。セナ足が重要そうね。まずは無難に第6コースクリアじゃな。続いてコース7じゃ。サーキットナンバー2って言ってるわね。2面って意味だろうが実際はコース7じゃ。前半にヘアピン2箇所、直角カーブ2箇所、そして後半はうねうねじゃ。直線もあるけどスピード出しにくいコースだな。まあこれでもまだまだ中程度のコースじゃな。このきついコーナーでの3期変態はいやらしいわね。慎重にコーナーをクリアしていくんじゃ。車線変更がいやらしすぎるんじゃお前ら。G さん切れた。切れやすい老人。危な。ギリギリガールズだったぜ。おっしゃクリア。続いてコース8じゃ。わしの記憶が正しければ調子のいい時だけ、ここまで来れた記憶がある。それにしてもひどいコースね。コース設計者の悪意しか感じられないわね。ここから先が本当の上級じゃからな。中級はコース7までしか来れないので、ここから先は上級でないと遊べないコースじゃな。本当の戦いはこれからだみたいなノリなのね。となるとこの先は変態コースしかないのか。まだ直線があるから癒されるぞい。こういうコーナーで渋滞やめて。すごい連続カーブじゃ。山道かここは。やっと1周じゃ。アップな。危なかったわね。抜くだけでも恐怖になってくるな。
最大の敵は車線変更するやつだ。おっしゃコース8もクリア。コース9じゃ。なんかこう、ヘアピンとか直角カーブじゃなく、複合的で複雑なカーブが増えてきたわね。なんか違う半径のカーブが連続してたり、走りにくそうなレイアウトだな。まともな加速ができないがターボチャージなら短距離でも一気に加速するから、じゃが逆にそれがあだとなって次のカーブでコースアウトとかにならないようにせんと。というかコース9自体人生で初体験なんじゃ。あらまおめでとう。発売から40年経過して記録更新か。長生きするもんだな。コーナー渋滞も名物になってきたんじゃ。1周じゃ。あ、ぶつかったんじゃ。あらら。まだまだ慌てる時間じゃない。やっぱり途中で R が変わるコーナーは難しいぞ。クリアじゃ。いよいよ最終面じゃない。おじいさん初コース10だぜ。そうじゃ40年経って初めて F1 レースの全コースを制覇できたんじゃ。それにしてもすごいコースが来たわね。申し訳程度に最後のストレートが設置されているぜ。それ以外はグネグネだわね。慎重に慎重にじゃ。このラストコースを2周以上して胸を張って制覇と言いたいわ。コーナーの度に先が見えない恐怖と戦っておるぞい。1周。やった2周したぞ。おめでとう。ついに全制覇したんだぜ。これは制覇と言っていいよな。まあ祝砲だと思って。汚ねえ花火だ。3周は無理か。全制覇達成して気持ちよく F1 レースの紹介ができたわい。中古で手に入ったりするので興味を持たれた方はぜひやってみてください。皆さんの F1 レースの思い出のコメントもお待ちしています。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのじゃ。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。